芸術の能力伸ばしたい人は実は言語能力伸ばすのが一番の近道なんです。ちょっと先生それ書いてる本あるんですか？そういうの。本に書いてないかな。音読をした時に意味の理解は邪魔になるんでするなと言ってます。逆に読み間違いがあってもいい、漢字読めなくても全く関係ない。面白いそれ。この先生の書かれた本を読んでいたりするとですね、このブローカー屋とウェルニッケ屋っていうのも、頻繁にね、先生の本今こう何冊かありますけども出てきてて、ここの機能っていうのも非常になんか気になるところなんです。例えば先生の書かれてる本の中だと、大人も含めて創造性が働くのはこのブローカー屋が関係してるっていうような話があったんですけど、その辺ちょっと詳しく聞かせてもらえますか？これは本当に医学の授業になっちゃうかもしれないんですけど、まずブローカやウェルニッケや、どちらも研究者の名前からついています。でいずれもその脳損傷、脳が例えば病気で壊れた、脳出血脳梗塞で壊れた患者様の観察によってその機能が推測されたということで共通点があります。でブローカ先生が見つけたのは、専門でいうと運動性失語といって、言葉は理解できるんだけれどもうまく喋れないというタイプの病気、失語症、病気になる人たち、これが脳の病気の後起こることがあります。でそういう人たちが亡くなった後に脳を解剖して調べると、その前頭前野の下の部分ですね、そこがみんなが壊れていたと。だからブローカ先生は、ここは言葉を作り出す機能を持った脳であるというふうに定義をして、でそれがブローカヤとして今でも通用しています。一方ウェルニッケ先生が見つけたのは、言葉は喋れるんだけれども人の喋る言葉が全く理解できない、勝手にベラベラ喋れてることで喋るけれども、誰が何言ってもそのことは全く理解できないというタイプの言葉の障害を持つ患者さんがいるということも見つけました。で調べていくと、共通して壊れているのが側頭葉と頭頂葉という頭の後ろの方ですね、そこの狭間のあたりが壊れている人が多いということが分かりました。でそこはウェルニッケ先生たちは、ここは言葉を理解するという機能を持った場所であるということで、ウェルニッケアという名前がつきました。でウェルニッケアに関しては今でもその定義は支持されています。私たちが他者のしゃべり言葉を理解するときにそのウェルニッケアを使っていると。そこが壊れると言葉の理解ができなくなる。なので私たちの耳から入った言語の情報っていうのは必ずウェルニッケアを通って、でそこで意味の理解がなされるということが分かっています。一方ブローカヤというのは、言葉を作り出すという能力だけじゃないということが最近の脳研究でたくさん分かってきて、もちろん喋るということ、言葉を発するということに関してはブローカヤ当然働くんですけど、それ以外に要は頭の中で言語を操作するという作用があるということが分かりました。頭の中でものを考えたりするっていうことですね。そういうことですね。で先ほどおっしゃられたその想像力の脳というのも、まさに我々研究していくと共通して使っているのがブローカヤのあたりと、それからウェルニッケよりはと下になるんですけども側頭葉の仮面のあたりと、この2箇所を使っている。でこの側頭葉の仮面という場所には実はさまざまな知恵知識、言語的な知識ですねがカテゴリーごとに収まっているということが分かっていて、記憶が貯蔵されていると。ブローカヤっていうのは頭の中でこねくり回すという力がある。だから想像力と呼ばれているものは、たくさんの経験によって得られた知恵や知識を言語によって実は脳の中で操作して、それで新しいものを作り出しているだけだというようなことを研究で証明したというようなストーリーとつながってきます。ということは、例えば何か新しいアイデアを出すとか、アーティストでもそうですけど、何か新しいものを生み出そうという時にはこのブローカヤがかなり関係してるっていうことなんですね。いわゆる芸術系でものを表現するということに関して言うと、どうかということはまだ議論があるんですけれども、そこまでいかない、本当に言語を介した表現系、多くの作曲もそうですし作画もそうなんですけど、我々普通に行うようないわゆる芸術活動というのはみんな言語の活動によって支えられています。芸術の能力を伸ばしたい人は実は言語能力を伸ばすのが一番の近道なんです。ちょっと先生それ書いてる本あるんですか？そういうの。本に書いてないかな。
芸術教育は言語からみたいな本先生出してほしいですねそれはすごいな。そうか。でも普通に例えば現代アーティストとか最近だと、村上隆以降、さらに言うと20世紀以降の世界中のアーティストでいうと、やっぱ言語が上手に使えないとアーティストとしてこう価値づけできないっていう段階にずっとあるから、やっぱりその言語の能力っていうのが芸術表現と密接にやっぱつながってんだなっていうのは、脳科学的にももはやそうなんですね。なんですけど、いわゆる天才と呼ばれているような、はい、我々と大きく隙間が空いているところにいる人たちは違う脳の使い方をしています。なるほど。要は言語で何とかなるのは秀才までです。もう違うもうそれもう最初からじゃあそういう方は天才なんですね、まさに。で違う使い方して天才ってなんだっていう話にもなっていくんですけど、これは全く違うこぼれ話になってしまいますけど、いわゆる天才と呼ばれている作曲家の方の脳計測をしたことがあります。でその方が作曲をしている時の脳活動を測ると、やっぱり我々と全く違う脳活動になっていて、私たち普通何かを考える時にはいわゆる集中しないと考えられないんですけど、その天才と呼ばれている方は集中と真逆の状態、頭まっさらにして、その何もないような状態になっている中で曲がバーッと出てくるんです。マジですか、それはすごいですね。でその頭がまっさらになった状態っていうのはいわゆるその瞑想なんかでいうマインドフルな状態っていうところに近くて、多分瞑想の極地にたどり着く領域なんですね。要は何にもよらない自分の全てを解放した状態になって作曲をしているというのが分かって驚いたことがあります。確かにそのチベット仏教でいう黄金の花とかもそうですけど、こうなんか光の塊になるみたいな表現をされるような書籍とかもありますけど、まさにそういう真っ白な状態ってそういうことですよね。虚無から突然現れるみたいな、そうですね。宇宙だなただそれを意識的に作れるから天才なんですね。そうですね。でも我々もそういう状態となるんです。例えばお風呂に入ってぼんやりしてる時なんかにふっと途方もなくアイデアが浮かんで慌てることってありません？あります。それがまさにその状態に一緒になったんです。そうなんですね。あとお散歩してるとなりやすいっていう人もいますね。あと馬乗ってる時とか。ですね。そういう時にちゃんとメモ持ってるとアイデアを書き留められるんですけど残念ながらその思考の脳とか言語の脳は働いてないんで、生まれたものっていうのは外にうまく記憶に残らないんですよ。そうなんですか。その作曲家の方も曲が出てきた時にそれをその記号化する活動が入ると一気になくなっちゃうんで、全部そのまま歌って録音してでそれを後から楽譜に落とすっていうようなやり方をしてましたね。ウェルニッケアっていうのは聞くところなわけじゃないですか。音読をしてて男の子と女の子でやけに女の子の方が聞いた通りすぐやってストンストンストンって理解するっていうのがあったりする、なんかそういう傾向にあるなと思うんです。だから男女差があるように思うんですけど、ウェルニッケアっていうのはそういう男女差っていうのはあるんですか？聞く力みたいな。分かってませんっていうか明らかに出ません。で我々はその研究者の常としてこういった研究では男女を区別するということすらしません。なので実際にそういう解析はされてないというふうに思ってください。なるほど。そもそも実験自体が男女差をしないっていうふうにしてるんですね。その区別しないということです。なるほど。脳は一緒だと。厳密に言うと一緒じゃないんですけどね。女性の脳っていうのは脳梁といって大脳の右と左をつないでいる神経線維という電線の束が脳の中心に太い束があるんですけど、そこが分厚いんです。で男性の方が薄いんですね。だからそこから推測されるのは女性の方が左右の脳の連結がいいので、情報処理するときに左右の脳を割と上手に使ってるんじゃないかと。一方男性の方は脳量をあまり使ってないっていうことは、言語活動でいうと右利きの人は左の脳を優先的に使うっていうような脳の使い方が違うんじゃないかという推測がなされてはいます。それは脳の形態から見た推測です。それらも全てひっくるめて、それはいわゆる性染色体に載ってる情報じゃないんじゃないかという解析のデータというのもあります。要はその XX か XY かということでその差が生まれたのではなくて、男は男として育てられたという環境、女は女として育てられた環境がそういうその脳の差を作ったんではないかということが今は言われていて、面白いですね。でその元となるデータっていうのがまさにその要は自分の性と違う性で生きていると感じている人たちの解析なわけです。で男性なのに自分は女性だと
いうふうに感じて、うん、女性として生きてきた人たちの脳っていうのは、女性の脳と同じような特質を持つ。なるほど、そういう環境的要因っていうのがものすごく脳の発達に関わってるってことですよね。いや、すごく強い影響を与えます。その遺伝だけで決まることよりかは、例えば学習効果もそうですけど、知能自体もこう向上したりするものなんですか？ざっくりとしたイメージとして我々研究者が研究データから感じているのは、遺伝は1割から2割、残りは全部環境。特にこういう学習系の話とかに関してはですね。だからこそ家庭は重要なんですけど、ね、重要ですね、はい、衝撃の事実ですよ。そこら辺の研究というのも一卵性ソーセージを使った研究で証明がなされているわけです。要は遺伝的に全く同じ遺伝子を持った子たちが2人3人生まれるわけですけど、ソーセージだと2人、でもそれの子たちは違う環境に行くと全く違う能力を発揮するというのはもう明々白々なんで。でもう一つ気になることがありまして、これ覚えてます？藤原さんとね、すごい覚えてるんですね、この本の中でちょっと僕からすると衝撃の事実というか、先生の仮説ももしかしたら入ってたのかもしれないんですけど、ここに書かれてるのはウェルニッケアとブローカヤの話を藤原さんとのやり取りの中で、詳しくは皆さん買ってください。でトリリンガルの方を実証実験された際に、日本人についての仮説みたいなことが書かれていて、その日本人だと日本の古典を読むっていうことと英語のような外国語を学習するときは割と使ってる脳の部分が似てるみたいな話が書かれていて、この辺詳しくちょっと聞きたいなと思って、非常に面白いなと思った。その言語を扱う脳っていうのは今話をしたように理解するウェルニッケアとブローカヤと、大きく2箇所ある。でそれが母語を扱う場所、それから外国語を扱う場所っていうのはやっぱり脳の中で少しずれて分かれています。で我々の例えばブローカヤでいうと、言語を操作するという脳でいうと、日本語を扱う領域の隣に外国語を扱う領域があります。すぐくっついたところに。そうなんですね。同じ場所ではやってないと。少しずれた場所で扱うっていうふうな脳活動が出てきます。でそれはもう分かっていて、例えば英語でいうと英語と日本語を家の中で子どもの時から使う環境、両親が違う国、日本人とアメリカ人っていうような環境にいる人たちは同じ場所で日本語も英語もどちらも母語として扱うんですけども、その後天的に要は大体幼稚園以降に英語を習った人たちは別々の場所でどんなに頑張っても処理しているということが分かっています。で残念なのか面白いのかわからないんですけど、いわゆる古典、今の現代語の文法でない、かつ語彙もちょっと違うものというのは、我々の中ではどうも外国語とみなしていると。でその母語の領域というよりは外国語、英語なんかを扱う領域を優先的に使うということも分かってます。普通に子供と接してもみんなそういうし、自分自身もそうですよね。で先生、これ知ってます？これそれ我が社の商品でございます。これすごい面白い機材なんですけど、先生知らないかもしれないですけど、これね、おでこにつけて前頭前野の活動を調べるっていうね機械なんですけど、これを私やったらですね、その論語を音読した時に、その訓読を読んだ時と現代語訳読んだ時で全然その活動が全然違くて、訓読読んだ時の方がより考えようとしてたんです。だから、要するに古文もそうだと思うんですけど、どういう内容なのかなって理解しようとするときに、普段自分が話してる言語に近いものと全然違うところが働いているなっていう、なんか感覚的にも分かるんですけど、そういうことですよね。古典っていうのが、外国語的な感じで我々が扱ってしまう、そうですね。理解をしようとするときに現代語に翻訳を要はしてるわけですね。ってことはこれウェルニッケアは関係ないんですか？ウェルニッケアは聞く時の聞き言葉なんで、だから外国語を喋られればやっぱり同じように違う領域がちょっと反応します。なるほど。日本人が日本語を母国語として音読する場合と、外国人の方が音読する場合とまたこれ違ってくるじゃないですか。要は日本人が日本語を音読する、その外国人の方が自分の母語を音読する、この時の脳活動は同じです。その言語のに差異はありません。で日本人がその外国語を音読する、外国人が自分のその国の言葉にない外国語を音読する、これも同じです。同じように脳は活性化します。でそれは外国人か日本人かということで差はないし、音読している言語によっての差というのもほとんどありません。なるほど。
最初の先生の話に戻りますけど、読み書き計算によって、脳の活性化ないしは向上が見られるっていうふうになった時に、このどういう方法をやるかによって、その子がどれぐらい脳が活性化するのか、よりこの機能が上がるのかっていうのは変わってくるじゃないですか、はい、実際に例えば音読で言うならば、どういうふうにやると効果的だっていう実験っていうのはもうたくさん行われてるんですか？その効果という出口を何を求めるかということによります。なるほど。で、例えば脳がより働くかどうかということを効果というのであれば、音読をした時により脳をたくさん働かせるにはスピードを上げることです。これが唯一無二の方法です。早く情報処理をさせると前頭前野を含めて活動がもっと上がるということが分かっています。ただその効果というのを、例えば子どもたちのいろんな認知機能とか運動機能が上がるかどうかと、そういう機能の面に置き換えていこうとすると、これは例えば音読単体でそうした子どもたちの機能にどういう影響があるかということを調べて研究は世の中にありません。なので分からないとしか言いようがない。じゃあ音読やったから運動機能が上がったとか、あるいは心の機能が上がったとか、そういう論文自体はこの世にはまだ存在してないしないです。音読だけに注目してということですね。はい、僕たちは要はその研究の在り方として脳の機能を上げたいと、そのための方法として音読等を使ってます。で、脳の機能を上げるという目的においては早く読むということが一番効果的だということが分かっているので、そこまでは分かっている。で、そこでは僕らは逆に意味の理解は邪魔になるんでするなと言ってます。逆に要は脳をたくさん働かせるということが目的なので、なるほど、その意味の理解っていうのは実はついてくる必要すらない。で、読み間違いがあってもいい、漢字読めなくても全く関係ない。面白い。それすごい面白いですね。だって寺子屋とかもそうですけど、要は宮田勉さんが書いた解読の本にどんどん音読、意味も分からずに小学校低学年ぐらいの子がやっていく。でその後に解釈の時間があるみたいな、自然と寺子屋の中とかハンコの中で行われていたみたいな記述があったんですけど、今先生がおっしゃったのって、要はもうちっちゃい時は脳が活性化するように、どんどん機能が向上する土壌ができるように意味考えなく読みまくれっていうことですよね、言うならば。そうですね、いわゆる素読ってやつですけど、まさにその通りです。まずは素読によって器を大きくする。で、大きくなった器はよりいい機能を発揮できる可能性があるわけですから、大きくなった器を使って応用編として理解をしたり、その言語を応用したりということをしていくと、そうすれば能力は大きく伸びるだろうっていう考え方を僕らもしてますし、それが多分日本の古典的な寺子屋教育そのものだというふうに思っています。なるほど。じゃあ寺子屋とかそういう藩校で行われてきたものっていうのは、なんか経験的にこうだろうっていうのは、そういう子どもたちの様子を見て、このぐらいの時はこうしたらいいんだよ、意味考えなくていいよっていうのが体験的にみんな分かってやってたってことなんでしょうね、やっぱりね。時々ね、大きなバイアスで大きな間違いしたまま世の中が動くことあるんですけど、それでもやっぱり100年200年っていう時間のフィルターをかけて培ってきたシステムですから、当然多くのトライアンドエラーがあって、その中でこうすればいいんだっていう一つの公式を導き出したと。日本でおいては寺子屋というシステムになっているわけですから、それは後付けで脳科学的に見ていっても正しいっていうのは当たり前だというふうに思っています。なるほど。これから音読とか、もし実験が今後音読の実験が行われるとしたら、一体どんな実験が行われていけば音読自体の効果とか優位性みたいなものが気づくというふうに先生思いますか？例えば僕が音読をすることが子どもたちの将来にどういういい影響があるかどうかを調べてくれという依頼を受けたときに、どういう実験系を組むかというと、まずその実験デザインっていうのを科学者は考えるんですけども、その実験のやり方によって出てくる証拠、エビデンスの質に差が出ます。で、誰からも文句言われないエビデンスの質というのは、例えばやりたい子みんな来てくださいって言って集まった子たちを第三者がくじ引きで2軍に分けて、でこっちの軍の子たちは思った音読を1ヶ月2ヶ月やってもらう。こっちの軍の子たちは音読ではないんだけども集まって何か作業をするということをやってもらう。でこの2つの軍が1ヶ月2ヶ月後に運命がどう分かれるかということを調べる。これランダム化比較対象試験なんですけども、これを行って、でそれで例えば認知機能がどう変化したか、それは軍に差があったかどうかということを調べるという実験
をします。なるほど。それぐらいシンプルな形を作れば大体どんな変化があるのかっていうのが分かるってことですね。シンプルというかね、我々の思い入れが入らないように実験って組むんですよ。なるほど。要は例えば僕が音読は絶対いいんだというふうに信じてると、どうしても実験する側がそれを信じてるとそれが結果に出ちゃうんです。それは人を割り振る時もちょっとこの子たちできそうだからこっちやっていこうとかですねいうふうにもしちゃいますし、あと調べる時も成績いろんなテストして調べますけど、ついつい甘い点つけちゃったりっていうことを意識の下でしちゃうんです。それで結果が出ちゃうんですね。だから僕らは二重盲検法といって、どの子が例えば100人集めて50人50人にくじで分けられたとしても、この A 君がどっちの軍にいるかって僕ら分からないようにわざとしてます。でその A 君が何してたかってこと全然分からないし、で A 君自身も自分がいいことしているのか悪いことしているのか分からないようにまでします。だから本人もその自分にいいことしているって信じちゃうといい結果出ちゃうんです。確かに、だからみんながいいことしてるって思って自分は一番いいことしてるんだというふうに思わせておいて、で違うことさせる。なるほど。で僕らは誰が何言ってるかわからない状況でやってもらって調査するっていうやり方をします。で要はその自分の思い込みを排除するっていうのが大事で、かつ外から見て第三者が見た時に後ろ指さされないようにすると、突っ込まれないようにするという手続きが大事で、それに関して言うと医学系の研究っていうのはもうたくさんいろんなことをして後ろ指さされてきたんで、その誰からも文句言われない方法は何だっていうことを突き詰めてきて、でそれが今言った方法になるわけですね。なるほど。薬作る時もみんなそうやって作るんですよ。なるほど。例えばがんに効きそうな薬見つけたとすると、でそれをカプセルの中に入れて飲ませるという実験にするとすると、みんながんの人集まってください、新薬だけど試してみますかというふうに聞きます。こんな効果があると推測されます。で2群に分けます。でこっちの群の人にはカプセルの中にその薬が入ったものを渡すし、反対群の人にカプセルの中に小麦粉しか入れないで、でもこれがんの薬だって言って飲ませるっていうふうにしてやると。なるほど。でも逆にその小麦粉の方も効いたりすることもあるんですよね。それはプラシーボ効果という有名な効果で、これは川島先生が作った誰もが脳が良くなる薬ですと言って小麦粉の塊を渡すと脳の働きが上がります。いやー面白いよな